はい、どうもニノです。今回挑戦するのはこのイラスト。ドラゴンボールのベジータです。それでは早速描いていきましょう。元気に楽しく、レッツお絵かき。まずは下書き、当たりから描いていきます。中心線を描いてからささっと描いていきますよ。ある程度描けたらしっかりと下書きを描いていきます。さて今回挑戦するのはドラゴンボールのベジータ。前回のドラゴンボールイラストでは海洋圏の孫悟空というわけで、やっぱり次に描くのはベジータしかいない。そして今年最後に発表するのは私の大好きなベジータ様だ。というわけで今回はベジータを描いてみることにしましたよ。で、描いてて難しかったのが左手。パッと見そう難しくないイラストなんですが、どうしても右手とのバランスがいまいちで、描いてて大きくなってしまい、1日目では描ききれず、2日目にわたって描き直しとなっちゃいました。そしてもう一つ難しかったのがベジータの顔。このクソーっていう表情がね、描くのが難しく、多分描いてる私も同じ表情をしながら何度も描き直しとなっちゃいました。次は色塗り、背景を塗っていきます。今回の背景は前回のドラゴンボールイラストの海洋圏孫悟空とついにしたかったので、青色をベースに水色のオーラを描いて、水でぼかして水を含んだ筆でこすり拭き取っていきます。次はキャラを塗っていきます。さて今回挑戦するのはベジータというわけなんですが、ここ最近の私の動画を見てくれた方はご存知の通り立て続けにいろいろありましたが、このイラストが今年最後ということもあり、今年を振り返りますが、皆さんはどんな年だったでしょうか。思えば元旦の地震、空港での衝突事故から始まり、まさか鳥山明先生の死去、オリンピックなどいろいろありましたが、なんといっても私の中ではミシンでしょうか。
あんだけ自分は絶対無理だと決めつけていたミシン、まさかドハマりして大好きになり、職場でミシン大好きクラブでも作ったのかとも思っちゃいましたけど、いやなんかこう人生って不思議だなと思っちゃいましたね。うまいことそういう方向に持ってかれてるのかなと。あと結構私の動画でも言ってるけど、挑戦するって大変だけどめちゃくちゃ楽しいんですよ。またできない方がどうやったらできるのかをいろいろ考えるから、そこが楽しいんですよね。さてさて、来年はどんな年になるんでしょうか。今からワクワクが止まりません。それでは次は仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。そして G ペンで黒色の塗りつぶしや太い線を入れて立体感を出していきます。最後に目の充血したところですが、筆で描くのは太いし、ボールペンってのもと考えてたら、これだとひらめいたのが爪楊枝。先端に赤色をつけて描いていきましたよ。最後にサインを入れて、はい、完成しました。はい、というわけで今回挑戦したイラストはドラゴンボールのベジータでした。皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみにこちらが元絵、そして私が描いたイラスト。それでは今年1年このニノのお絵かきチャンネルを見ていただきありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。バイバーイ。皆さん良いお年を。